回はちょうど今の時期にぴったりなこの絵を刺繍していきたいと思います。大正13年12月のジングラフという雑誌に掲載されていた夢二の絵になります。それでは早速刺繍を始めていきたいと思います。下絵を描くところまで準備ができました。糸の色はこちらの元の絵と同じような色を選びました。縫い方はすが縫いを基本にして埋めていくようにしたいと思います。ちょっと悩んでいるのはこのファーですかね。このファーのようなモフモフと袖口を黒で描こうかどうかっていうのはちょっとまだ悩んでいます。やりながら決めていこうかなというところです。ではまずはこの帽子についている飾りから縫っていきます。この少しだけ赤が入っている部分とグレーが入っている部分があるので、3本の細い糸で縫ってみようかなと思います。少ししか使わないので余っている糸を割って3本を作っていきます。でもやっぱりちょっと細いかな。結局この辺りほどいてちょっとやり直すことにしました。この赤とグレーの境目をぼかすように3本の糸を入れていきます。
帽子を黒で塗っていきます。次は髪と顔周りをしていこうと思います。目はちょっと難しいので一番最後に残しておいて、まずは唇からしようかなと思います。形を間違えるとすごく変になってしまうので、見本と見比べながら刺繍してみます。さっき葉っぱに使った赤と同じ色でいきます。次にこのファーの部分とお洋服の部分を刺繍していきます。このファーの部分はちょっと厚みを出してふわふわ感を表現したいので、糸をいつもよりも太めにして使います。普段はあんまりやらないんですけど、今回は土台に何本か入れて、ここの部分が一番もわっとくるように肉入れをしてみました。これでどのくらい段差ができるのかちょっと試してみます。少しだけ厚みが出て、このお顔の部分よりもふわっとした感じが出ました。これで良さそうなのでこのまま進めていきます。
今作った細い糸を使って切り押さえをしていきます。切り押さえというのは、糸がここから出てここに入っていっているんですけど、この長く渡っている糸がこのように浮いてしまっているので、それを細かく押さえていく技法になります。悩んでいたファーの周りの部分なんですけど、黒で囲うのではなくて、ファーに使ったこの薄いグレーよりも少し濃いグレーを使って周りを粗いまつい縫いでふさふさ感を表現してみたいと思います。糸はこう2本に割って細い糸で縫っています。ところどころ銀糸が光っても素敵かなと思ったので、ランダムに入れていきます。こう2本のすごく細いより糸を作ったので、こちらで目と眉を刺繍していきます。目は下絵がもう見えなくなってしまっていて、とても難しいので、この図案を近くに置いて見比べながら刺繍していきます。目と眉ができたので、あとは細かな部分を刺繍して完成させたいと思います。
最後はいつも通り糸の処理をして糊付けをしてアイロンをかけて仕上げていきます。今回は裏がちょっと荒れてますね。完成しました。いかがでしょうか？いつも自画自賛になってしまうんですけど、今回も可愛くできたんじゃないのかなと思っています。今回は菅縫いで糸が横向きに全部通るように刺繍したので、それが全体的に綺麗にまとまって良かったんじゃないのかなと思っています。強いて言うならなんですけど、この手袋だったりファーに使った糸の色がこの色なんですけど、淡いグレーを使ったつもりだったんですけど、この生地の上に乗せてみると結構白く見えちゃって、白と比べるとほんのりグレーにはなっているんですけど、画面だとあんまりわからないかな。グレーなんですけど、縫ってみたら白く見えちゃったので、この手袋だけでももう少し濃いグレーにしてもよかったのかなというふうに思っています。それでもすごく可愛くできたので、額装をしてこの冬飾りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。